50歳の壁をぶち抜けば、本当の自由得られます。人生学校です。今回は、河合薫先生の50歳の壁、誰にも言えない本音を紹介しちゃいます。もう今回、とにかく50歳の壁をぶち抜きたい人必見。健康社会学者で、東大医学系の博士課程修了。働く人々900人以上にインタビューをしている先生がまとめてくれているんですよ。そこで今日この動画で学べちゃうのはこの3つ。1、50歳の壁、意外すぎる誰にも言えない本音、究極のランキング3選。2、50歳から人生転落していく人の特徴3選。3、これから50歳の壁をぶち抜くためにやると良いこと究極の3選。それでは今日も楽しく学んでいきましょう。1、50歳の壁、意外すぎる誰にも言えない本音、究極のランキング3選。第3位、転職はするも自国、しないも自国。退職金が割増されるうちに会社に見切りをつけるべきか、70歳雇用義務化で揺れ動く人事部の動向を見極めてとどまるべきか、50歳の会社員にとって転職最大の悩み事なんですよね。転職はするも自国、しないも自国。これって本当なんでしょうか？結論から言うと、決してそんなことはないです。ここでよくある噂3つに回答する形で、転職はするも自国、しないも自国、見ていきましょう。噂1、50代を正社員で雇ってくれる企業などない。これどうでしょうか？結論言うと、そんなことありません。転職先での雇用形態を確認したところ、30代から40代前半では9割以上は正社員です。40代後半でも 88.9%、なんと50代前半でも 86.1% が正社員なんです。噂に転職すると給料下がるし、都落ち感がある。これどうでしょうか？結論から言うと、そんなことありません。会社側は案外期待していたりします。実際に調べてみると、月収が 5% 以上低下した人は40代後半は 29%、50代は 34.9%。一方で50代であっても前職より月収が 5% 以上高くなった人は約 35%。なんと月収が上がっている人の方がちょっと多いという結果なんです。噂3、転職には資格や専門的なスキルがあった方がいい。これどうでしょうか？結論から言うと、そうでもありません。実際転職者に採用選考で最も評価されたと思う点を回答してもらうと、40代後半から50代の約半数はこれまでの実務実績の項目を選んでいます。それに比べて資格の項目は50代で 4.6%、専門的なスキルの項目は50代で 12.2% でした。圧倒的にこれまでの実務実績が評価されているということですね。どうですかね？意外じゃないですか？こんな3つの噂の思い込みがすっきりするだけでも50代の転職まだまだチャンスがあることが見えてきますよね。実はまだあるんですよ。例えば45歳以上の転職者と非転職者で、転職者の方がポイントが高かった項目の中でも特に差が大きかった項目は、仕事は私に活力を与えてくれるや、朝目が覚めるとさあ仕事に行こうという気持ちになるや、仕事に没頭しているとき幸せだと感じるです。転職した方がエネルギーに溢れて幸せを感じているんです。そしてなんと年齢の高い層ほど活力、エネルギー、没頭の項目について転職者と非転職者の差が広がっていくのです。
つまり、年齢が高くなるほど転職した後のエネルギーが湧いてくるという結果があるんですね。どうでしょうか？転職に希望の光、少しは見えてきそうじゃないですか？第2位、昔の同僚がどんな会社でどんな暮らしをしているか気になる。長く会社に勤めていて、ふと時間ができた時、気になるんですって。それは、昔の同僚がどんな会社でどんな暮らしをしているのか、あいつどうしてるかななんて気になった時は、これ自己需要する絶好の機会なんです。自己需要っていうのは、今自分が置かれている現実の状況を受け入れることですね。でね、実際に気になった同僚に聞いてみるとね、なんと自分より出世してたり、いい生活をしてたりするんですよね。そんな時、どうでしょう？もしかしたら少し同僚に嫉妬するかもしれませんよね。ですが、よくよく何人かと話していると、なんだ、同僚のことを気にしていたのは、あいつも同じだったんだ。自分だけじゃなかったんだ。なんてこともあるはずです。これ、同僚という利害関係の全くない相手だからこそ思い切って話してみると、これがね、くすぶっていた感情が吐き出せて意外とスッキリしたりするんですよ。すると気がついたら心と体が自然にね、元気になっていたりします。たまに信用を受ける人と腹割って話すってめちゃめちゃいいんですよ。あなたは現時点で自己需要度何%くらいですかね？第1位、私は幸せなんでしょうか？私一瞬この誰にも言えない本音見たとき、正直、って思いました。実際こんな感じで著者の河合先生に質問した方がいたんですね。野暮なことを聞いてすみません。私は幸せなんでしょうか？この質問をした50歳の方は、例のウイルス騒動をきっかけに、実は一気にね、働き方や環境がね、変わってしまったんだそうです。例を挙げると、仕事だけではなくて、母親の介護が必要になったり、息子が上司にパワハラを受けて転職することになったとかですね。それで自分の今やっていることでいいのかなとか、今の考え方で本当に大丈夫なのかなっていう不安が出てきたんですね。それで冒頭の私は幸せなんでしょうかという質問が出てきたわけです。なぜね、こんなことが起こってしまうのかっていうと、今の時代、とにかく情報、これが多すぎるんです。すると脳がね、自分で考える作業、これがね、できなくなってしまうんですよ。つまり、自分で考えているようでいて、完全にね、思考停止状態になってしまうんです。ちょっと言い方良くないですけれど、そのいわゆる末路が私は幸せなんでしょうかという質問になるんです。現在の1日分の情報量はなんと江戸時代の1年分、平安時代で言うと一生分の情報量だって言います。間違いなく言えるのはこれです。情報を意図的に遮断する情報遮断必要なんです。まだ情報が足りない、勉強が足りないなんて思っていませんか？もう情報はマジで十分ですよ。必要なのは情報ではなくて、一歩踏み出す行動なんです。一歩踏み出したら、もちろんたくさん失敗もしますけれど、たまに成功もして、そこで気づくことがたくさん出てきますから。2、50歳から人生転落していく人の特徴3選。一つ目、会社から言われたことをやっていればいいと信じている。この考え方、これからはもしかしたらですね、ちょっとヤバめかもしれません。なぜなら、会社から言われたことをきちんとやっていさえすれば、次の道が開ける。そんなことはね、ほぼないはずだからです。例えば、こんな人がいました。50歳になって、リストラ請負人の仕事を任された人。正直なところ、あまりやりたくない仕事ですよね。実際に関連会社3社で何人もの社員をリストラしてきたそうです。最初は自分のやってることにやっぱり嫌悪感を抱いて精神的にね、追い詰められたそうです。それはそうですよね。ですが、期待されたことをやるしかないというこの現実から
だんだん逃れられなくなって、自分は仕事だからやっていると自分に常に言い聞かせてリストラしてきたそうです。するとね、何が起こったかというと、この男性はだんだんですね、切られる方が悪いと思うようになったんです。そして切ることに抵抗感が一切なくなったそうです。これちょっとやばいですよね。人間にとって本来一番大事なはずな心、これがなくなってきてしまったんですね。この方は幸運なことにある日、若い頃お世話になった会社の社長から電話があって、あんた何やってるんだ。そんなことをやってないでうちに来い。あんたの会社ほど給料が出せないけど、さっさと辞めてこい。と怒鳴られて、やっと目が覚めたんです。この男性は言いました。私は会社の捨て駒だったのに、自分が見えていなかった。一つの組織に長くいると、過去を生きるようになっていくんです。50歳からは叱ってくれる上司いません。たとえ叱ってくれる上司がいても、20代、30代の頃のように会社は評価してくれません。50歳から成長したいと思ったら、新しい何かに自ら挑戦して自分で成長の扉、これを叩くしかないんです。二つ目、選択の自由を放棄している。朝何時に起きるか、何を食べるか、何時に会社に行くか、これらの選択、実は常に自由ですよね。ちなみに自由というものは0か100かというものではありません。どんな厳しい条件の中にあったとしても、選択の自由、これを自分から放棄しなければ、自由は何かしら見つけ出すことができるはずです。例えば、転職をすると決断した場合、0か100で成功、失敗しかないと考えると、なかなか一歩が踏み出しづらくなりますが、大事なことは自分の意思なんです。こんな意思があれば、転職、いずれはきっとうまくいくはずです。たとえ険しい道のりであっても、自分は新天地でもっと力を発揮したい。面接だって最終的に判断するのは人ですから、あなたの意志さえしっかりしていれば必ず伝わるはずです。転職せずに会社に残る選択をした場合でも、自己需要をしっかりして自分の置かれた状況を受け入れた上での決断なら、何にも恐れることなんてありません。どんな人生にしたいかどうかの答えはあなたの中にしかありません。そしてその選択はあなた自身自由に選べるんです。もしこのままで本当にいいのかなと思うのであれば、データを参考にして転職情報を探してみたり、副業の一歩目踏み出してみるのも一つかもしれませんよ。三つ目、本音が語り合える人が一人もいない。会社の名刺を持ってお付き合いする人は利害関係を気にしながら向き合うことが多かったはずです。ですがそうではなくて、中には利害関係のない一人の人間として向き合ってくれた人もいるはずですよね。そんな人はとっても貴重です。もしかしたら仕事関係でそんな人一人もいないよなんてこともあるかもしれません。その場合は友達でもいいんです。近所の人でもいいんです。スナックのママさんだっていい。自分の本音、これをね、語り合える人がいる。これとっても大事なんです。では、今そんな人いないよという場合、これから自分の本音を語る人を作るためにどうしたらいいか。それはあなたが相手の話を自分の意見を挟まずにまず聞くです。そうは言っても言うことは簡単ですが、私も自分の意見途中で挟んじゃいます。自分の話をただただ意見を挟まずに聞いてくれる人がいるととっても嬉しいはずです。実際に幸福物質が出ます。特にあなたが男性の場合、1日15分だけでいいので、女性からの結論のない話に対して、そうなんだ。そうなんだ。とただただ聞くことができたら、ほぼ人生悟ったのも同然です。人生学校、マジでそう思ってます。これできたら、
あなたの本音もきっと聞いてくれるようになって、本音を語り合える人、間違いなく増えます。そして些細なことを本音で話し合えると、ストレスが減って、今よりずっと人生は豊かに幸せになります。なぜなら、人生の幸福度は人間関係が多くを占めているからです。3、これから50歳の壁をぶち抜くためにやると良いこと究極の3選。1つ目、心の上司を目指す。著者が900人以上インタビューしてきた中で、特に40代以上の人は何か問題や困難に遭遇した時に思い浮かべる上司がいるというふうに心の上司の存在を話した人がたくさんいたそうです。ある人は大きな決断をしなければならない時に若い頃お世話になった〇〇さんならどうするかなと脳裏に浮かぶんですと言いました。ある人は車内で左遷された時に腐るな踏ん張れと励ましてくれた〇〇さんのおかげで今の私がいますと涙を浮かべながら話したそうです。自分のことを気にかけてくれる存在がいる。これほど心強いことがあるでしょうか。同じく自分が部下のことを気にかけられるような存在になれれば、相手にとってとてもありがたい存在になるはずです。そして自己肯定感も増えるはずです。最近調子どう？なんて優しく余裕を持って声をかけてあげられる50歳って素敵ですよね。ですけれど、今までほとんど声もかけていないのに、いきなり最近調子どう？なんて声をかけると驚かれるかもしれないので、最初は元気よく笑顔でおはようという挨拶から始めてみるのおすすめです。2つ目、自分の価値観を知って学び続ける。結論から言うと、人生の目的は何？とか、自分が本当に大切に思うことは何？これを明確にして学び続けるです。この自分の価値観に従うというシンプルなことは幸福感と関連があることが全国のアンケート調査でも確認されています。自分の気持ちに従った行動であれば何があっても何とかやりきる力がみなぎってきます。自分の気持ちに従った行動であれば、もしたとえ期待した結果が得られなかったとしても、充足感で満たされるんです。だからこそ、自分の本当の気持ちに従うこと、これめちゃめちゃ大事なんです。ノートに自分が大切に思っていることは何か、これをね、80項目程度一旦書き出して、その後に40項目、20項目、10項目、5項目と絞り込んで、最後に残った5項目が今のあなたが一番大事にしている価値観です。これを軸に判断することができたら、爽やかな気持ちがするはずです。簡単ですので、ぜひやってみるといいですよ。その上で学び続けること、成長をし続ける人は、シンプルに自分には知らないことがたくさんあるということを分かっている人なんです。つまりこれ、謙虚さとも言います。そんな人は、肩の力を抜いて気持ちよくおはようございますとね、挨拶ができます。そしてありがとう、ごめんなさいと素直な気持ちを言葉にすることができるはずです。さらにお先にどうぞなんて相手に譲ることもできます。実際こんな言葉言っちゃっている人、人生の豊かさが滲み出ちゃってますよね。人生が豊かだからおはようございます、ありがとう、お先にどうぞと言えるのではなくて、おはようございます、ありがとう、お先にどうぞと言える人だからこそ、その結果、人に恵まれて、ますます人生が豊かになっていくんです。3つ目、自分の本当のやりがいは何か知っておく。結論から言うと、何にやりがいを感じるのか、自分に対して寝る前に質問してみましょう。自分はどんなことに一番やりがいを感じるの？繰り返しているうちに、遅くても1ヶ月くらいで、ふと答えが出てくるはずです。このやりがいが分かれば、ストレスや困難はあくまで自分への挑戦で意味があることだというふうに、どんなことも前向きに対処ができるはずです。やりがいは、例えば誰かからありがとう、あなたのおかげで助かりましたとか、あなたと一緒に働けたのは本当に光栄でした
などと感謝されることかもしれません。ですが、このやりがいって面白いもので、今自分ができることで自分の心が動くものに熱中してやりきる。すると初めて出てくるものなんです。だからこそ自分のやりがいを見つけたら、熱中してやりきってみると本当に面白いことが起きますよ。毎日見える景色の解像度が一段階変わってパッと明るく見えるはずです。この50歳という年で悩みが多い分、成熟、そして成長のチャンスでもあるんですね。成長するか衰退するか、典型的なおじさんおばさんになるかならないか、私らしい生き方をするかしないか、これを決めるのは他でもないあなた自身なんです。全体簡単にまとめてみると、50歳までに自分の価値観を探って、自分が本当に大切にしているものが何か探ってみる。本当にやりたいことが分かったら、迷わず転職も視野に入れてみる。今自分ができる目の前のこと、目の前の人に役立つことを考えれば十分。そのために、まず肩の力を抜いて気持ちの良いおはよう、ありがとう。部下には最近どうなんて気持ちを言葉にしてみるです。これからの時代、ますます情報に振り回されず、目の前の小さなことで良いので、人の役に立つことをしていれば、自分のことを好きになって、人生がさらに動き始めるはずです。おまけです。個人的になんですが、今ね、ゴミ拾い始めたんですよね。Amazon で火ばさみみたいなの買って、スーパーの袋持って、今日は何個拾ったか数えて、1ヶ月でいくつ拾ったか合計してみようかなってやっています。まあ、いつまでね、続くかわかりませんけれど、また変態的な実験してみようと思っています。余談ですが、ゴミ拾いする人、ゴミラーっていうらしいですね。人生学校、ゴミラーデビューです。トイレ掃除もおそらく20年くらい気楽に続けていますが、おすすめの習慣です。自分のことをだんだん好きになる感覚あります。公式 LINE では潜在意識を書き換えて自分が持つ本当の能力を 100% 引き出して望み通りの豊かな人生を手に入れるための魔法の習慣を無料でプレゼントします。動画下にある概要欄から公式 LINE に登録してしばらく先になると思いますが、次回の無料配信を楽しみにお待ちくださいね。無料でも有料級の配信をします。このチャンネルではあなたの人生を望み通りに近づけるために役立つ情報、早く読んでおけばよかった、最高と感じた本のまとめを10分程度で1週間に1本配信しています。有益な情報と感じるものだけを厳選しています。10分で人生を変えたい方はぜひチャンネル登録お願いします。メンバーシップでは3000万円以上自己投資して学んだ内容の濃い動画全160本以上が今でしたら本1冊分の値段で1ヶ月間視聴いただけます。ピンときた場合はクリックしてみてくださいね。今回の50歳の壁、誰にも言えない本音、興味のある場合はぜひ手に取ってページをめくってみてくださいね。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。あなたは50歳の壁を乗り越えることで本当の自由を手に入れることが必ずできます。それではまたお会いいたしましょう。ご縁に感謝いたします。